鳥取砂丘に行った翌日に、三徳山三仏寺と三笹温泉に行きました。これが三徳山三仏寺ですね。三徳山三仏寺と三笹温泉は近いところにあります。こちらは三笹温泉の散策マップです。で鳥取駅から、三笹の近くにある黒谷までで、電車で特急で約30分ぐらいです。鈍行だと1時間ぐらいかかります。私はこの日は早く行こうということで特急に乗りました。はい、もうすぐ倉吉に着きます。で倉吉の駅の横にですね、倉吉駅横プラザっていうのがありまして、駅横の割には結構お土産物がいっぱいあります。倉吉、これ実はですね、市の中心部は駅から離れたところにあります。またこの日の翌日、倉吉の土蔵のあたりを見て回ってますので、そちらもビデオにする予定です。で、倉吉市から三笹温泉とかですね、三仏寺に行くにはバスに乗ります。三仏寺まで行くバスは、1時間に1本ぐらいですが、だいたい所要が30分ぐらいになります。で、最初川の横を走ってて、あとはどんどん山の中入ってきました。これも三仏寺の近くですね。でこれが三仏寺行きのバスの終点になります。なんだっけ、養廃所前だったかな。目的の一つはですね、この三仏寺に投げ入れ堂というものがありまして、それはこう岩場の中にですね、へばりつくようにお堂があるんですが、その投げ入れ堂結構行くのに険しくてですね、山歩きできる人しか行けないと。ということで、いろんな人に見ていただくために、この町かなが投げ入れ堂をですね、望めるような養廃所を作りました。で、私も単独だったので、今回は養廃所から投げ入れ堂を見るだけということにしました。でここにはですね、望遠鏡なんかもあったりします。この投げ入れ堂ですね、この後に行く三仏寺の一部になりますが、伝説だと706年にですね、縁の行者さんって修験道を始めた人がですね、この岩場にですね、お堂を投げ入れたというふうに伝わってます。三仏寺から登山参拝はできるんですけど、途中険しいので単独では参拝できないし、冬場は参拝できません。で、投げ入れ堂を見物した後、三仏寺の方にお参りしました。三仏寺はですね、これもだから始まったのが706年かなというふうに伝わってますが、もう一つはっきりしないそうです。で今は天台宗のお寺となってます。で、これですね、宿坊が3つもあるような立派なお寺です。これ途中、これ右入ったところもあれですね、林光院って言って、ちっちゃいお寺ですけど、ここ宿坊になってるみたいですね。中のね、もみじが綺麗でした。映したやつはビデオになってませんでした。結構上の方に上がってきました。で、こちらで手を清めるんですけど、これ音を取ったの入れなかったけど、これあれだな、音が鳴るんだよね。なんだっけ、琉球靴だ。ものすごく古くて由緒正しき寺ですが、この日は平日だったせいだし、随分山奥にあるということもあって、あとあれですね、4時のちょっと前だったというのもあって人がほとんどいませんでした。
ね、後で宿の人から聞きましたけども、ここから投入堂に参拝する道があって、入り口のところには受付があって、そこで参拝料を払うんですけど、単独の人は危ないからということでですね、行けないんですが、今はやってないんですけど、コロナより前の時にはですね、この受付のところで単独の人をマッチングさせるようなこともしてたそうです。これ標高差で言うと200メーターぐらいあるんですけど、途中ですね、ロープを掴んで登るとかですね、木の根っこを掴みながら登るとか、そんなようなところがあって、山慣れた人だったら、大したことないと思いますけども、一応危険防止のため単独登山は断っているということだそうです。はい、これさっきろうそくがいきなりついてますけど、ちゃんと心配しないでください。私ちゃんとろうそくも買ってですね、火をつけてそこからいただいてます。はい、でこれ参拝終わったので、今度三笹温泉の方にバスで降りてきました。これはですね、いろんなところにこういう風に足湯とかがありまして、三笹温泉飲むこともできる、そういう温泉になってます。三笹温泉はですね、これ平安時代に見つかったんだそうですけども、ここ基本的には湯治のお湯になりますが、というか日本の温泉はほとんど、昔は湯治のためということですが、名前はですね、三度朝を迎えると元気になる、それぐらいいいお湯だということで、三度朝を迎えるというところから三笹ってなったようです。これはあれですね、古き温泉街が意外と綺麗に整ってます。で、あとですね、三笹でやっぱり有名なのは、私放射線に関わるようなこともやってたりしたんですが、三笹はですね、温泉の水の中に放射性物質でありますラドンというものがですね、高濃度であるということで有名になっています。ラドンはもともとウランが、崩壊したことによってできるんですが、でそのウランって、土の中掘ればこういう水があっても必ずあるので、そういう地下深くにウランに関わりのある、特に花崗岩なんかはですね、ウラン濃度高いんですけど、そういうものが多くなるということなんですよね。20世紀初めにですね、全国のいろんな温泉調べたら、三笹が比較的ラドン濃度が高いというのが分かってて、最近の測定だとですね、2000ベクレルパーリットルぐらいなんだそうです。これね、他のものと比較は難しい。そうこう言ってたらですね、これ三笹ヨーグルトのお店にやってまいりました。これ鳥取大生のですね、牛乳で作ったヨーグルトということで、ここでいろんな味付けのヨーグルトとか、あとですね、ヨーグルトで、ヨーグルトバターというのを作ってて、それでですね、バターサンドのクッキーを作ってたりします。で、ここで、ヨーグルトは旅館で食べるように1個買って、バターサンドは日持ちしますので、うちに持って帰って奥さんと一緒に食べました。ですね、これの、さっきの話に戻ると、三笹温泉のホームページによると、放射線、微量放射線が体に良いかもっていう説は昔からあるんですが、論文によるとホルムシス効果があって、三笹温泉地区の住民のがん死亡率が全国の2分の1だということが三笹温泉のホームページで紹介されております。なかなか低線量の人体影響って証明が難しくて、なかなか結論出ませんですけど。はい、これヨーグルトもバターサンドも美味しかったです。で、この日はですね、三笹温泉の一角にある千曲館さんというところに、泊まりました。比較的こじんまりした宿です。お母さんと娘さんで営業してるような感じで、はい、お部屋にはこういうお茶受けがあって、これ夕食の前の様子かな。こんな落ち着いたお部屋で、海も近いので魚系のものが多かったです。はい、当然のようにビールいただいたし、ここのお宿ですね、娘さんがワインのことをよく勉強しているようで、鳥取のワインとか海外のワインとか美味しくいただきました。1泊1万4000円ぐらいだったですかね。はい、これは朝ごはんです。カニのお吸い物とか美味しかったです。はい、でこれで終わりで、この後倉吉観光に翌日行きました。